どうも中田敦彦です。さあ本日の授業のテーマは半導体ということでですね、最近ものすごくよく聞く。なんでかというとね、これニュースがあったんですよね。今年2月2ヶ月ぐらい前ですかね。熊本県にですね TSMC の工場ができるということで大騒ぎしてたんですよね。これよくわからない方からするとですね、日本の熊本県にねとある企業の工場できますよ。これが一体何の重要なニュースなんですかということでスルーしちゃってる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、これ分かる人からするとね、これはとんでもない時代の転換点に来てるんです。熊本に一つの工場ができました。それがなんと世界の未来を、そして日本のこれからの逆転再生、そういうものももしかしたら担うかもしれない。いや担う、そこまで言い切っちゃってもいいほどのですね大事件なんだっていうことを今日はまるっと分かる授業をさせていただきたいと思います。半導体ってなんか機械の一個のパーツでしょなんて思ったら大間違いなんですよね。この半導体は今人類の運命を握る最高にホットなキーアイテムになっている。そしてそれが作られている半導体の工場 TSMC、 その企業が熊本に来るということがどういう意味なのか、国が揺らいでる、世界が揺らいでる、そういうお話でございます。なんとこの TSMC というのは台湾の会社なんですよ。台湾の会社の工場ができ、それが何なの、侮らないでください。これポイントなんですよ。 TSMC というのはなんと半導体の中でも先端半導体と言われてですね、ハイエンド、非常に重要と言われる高機能半導体のシェアをものすごく高い比率で持ってるんですね。シェアって言ったらですね、いろんな会社がある中でうちはねシェア何%ですよなんて言ってね、例えば 20%、30% わすごいなんていうところがありますよね。ところがこの TSMC は先端半導体の製造ということにおいて世界的シェアがなんと 90% なんです。そう、世界最強の半導体企業なんです。この世界最強半導体企業が台湾にあるということがにわかに信じられないかもしれないんですけど、この台湾から全てのものが作られている。なんとこの TSMC の先端半導体というのはもちろん iPhone であるとかテスラの自動車であるとか、そういった GAFAM というですね巨大なテック企業とかにも半導体を受注して送っているというですね、いわゆる今のですねもう現代の英知の全てがですね台湾から送り込まれている。その台湾 TSMC 最強企業が熊本に来てる。すごいこと。それが何でなのか、それはおいおい説明させていただきます。ですがこの来てる理由もものすごく面白いんですが、 TSMC が来るだけでなんとどれぐらいの経済効果があるかというと、年間7000億もの経済効果があると言われてるんですよ。だからもう熊本のですねもう県の人たちなんて、住んでる人たちは分かりませんよ。でも県の偉い人たちなんかもう鼻血が止まらないんですよ。税収がアップすることは間違いないですし、関連企業も集まってきているし、建物ですよね。工場で働く巨大な工場ですから。工場といってもね町工場ぐらいの大きさじゃないんですよ。巨大な工場です。その巨大な工場に働く人たちが台湾からも世界中からも大変多くの人が来るわけですよね。その人たちが関連で住むっていうね、そういうマンションも乱立。なんと熊本の地元の地銀行の株価はうなぎ登り急上昇。もうこれぐらい世界的注目なんですよ。そしてこの半導体の世界最強の企業というのがどれぐらい重要なのか、その半導体とは何なのか、この半導体の凄さに日本政府はもちろん気づいております。だから補助金、半導体関連の補助金をもうすでに日本政府はですね 1.2 兆円もトータルで出すというふうに発表してるんです。兆を超える補助金を半導体というジャンル1個にドンとかける。日本の未来を半導体産業にかけるって今言ってるわけなんですよ。日本の未来をかけるに値するものなのか、半導体とは一機械のパーツに過ぎないんじゃないのか、その答えに迫っていきたいと思います。半導体というのは一体何なのか、それは呼ぶ人がこう呼びました。21世紀の原油、オイル、石油、つまりですねそれがですね潤沢にある国がものすごく潤うってことですよ。ねえ、20世紀は
自動車の製品、そしてそのガソリンを発掘することができた、ね、原油ができた石油王なんて言葉ありますよね。中東の国々やアメリカはその石油が出るんだぞということでものすごい国が変わったわけですよ。潤ったわけですよ。それが21世紀の原油というのが半導体であり、半導体工場は油田とすら呼ばれてるんですよ。つまり熊本から油田が湧いたぞって話なんです。ドカーンブッシャ、しかも世界最強の油田です。世界最強の油田が現在熊本にできたんです。2024年の2月、今年2月に完成したんですよ。油田が世界最強の先端半導体の9割のシェアを誇る、その最も注目されている企業の油田が湧いたぞって話。そうなのってにわかには信じられない。半導体が石油なんでですか。半導体というのはですね、あらゆるものに今使われてます。身近なところで言うと家電ですよね。家電、電子レンジだろうが冷蔵庫だろうがね、テレビだろうが何だろうがエアコンだろうが半導体は使われている。でもそれだけじゃない。もちろんスマホやパソコン、ここまでは想像できる。その上で自動車ですよね。で、自動車の次に AI ですよ。AI とかの処理するデータ、大量のデータをうわーっと計算しなきゃいけないね。AI はこれから注目ですよ。生成 AI で画像が作れるとか、チャット GPT で文章が作れるとかいうだけじゃないわけですよ。その AI によって自動運転、ここもやることによって事故を未然に防ぐ。人が来てる、人じゃないかもしれない、建物か先行者か、そういうのを自動で判断して避ける避けない、止まる止まらないということを計算処理する頭脳、それが半導体なんです。そしてさらにその先にあるのが軍事兵器です。そう、今のミサイルというのはものすごく高性能になってまして、発射しました、落下しましたというもんじゃないんですよ。発射しました、その先にあるのは目標体か、それともおとりなのか、人なのか人じゃないのか、敵なのか味方なのか、自動車なのか戦車なのか、それらをものすごく精密に判断してピンポイントで襲撃することができる。それが現代のミサイル。ミサイルの中にも大量の半導体が含まれているということなんですね。つまり家電から軍事兵器まで、その間にあるのは先端のスマホ、パソコン、自動車、 AI といったもの全てに半導体は必要になってくるわけなんですね。で、その半導体っていう名前がややこしいんですよね。半分導く体って、これ全く想像が続かね、分かんないですね。牛乳だったら牛の乳だなってすぐ分かるわけですよ。半分導く体って言われたらどういうことですかってことなんですけど、これは導体の半分なんですよね。導体、導く体、導体というのは電気を通す物質のことなんですよ。例えばね、金銀銅の銅の線、導線ありますよね。あれは電気を通すからですね。電線とかに使われてるわけですよね。実験の中で使いましたよね。なんか車がモーターで動くようなって言ったら大体導線がなんかね、電池からつながってモーターに行ってなんてありますよね。銅っていうのは導体なんですよ。ね、銅と銅がもうややこしいなと思うんですけど、金属の銅が導く体の導体になってるわけだ。じゃあその導体の反対語は電気通さないもの、それのことを絶縁体って言うんですよね。縁を断つ体と書いて絶縁体。例えばゴムであるとかプラスチックであるとかは電気を通さないんですよね。だからそれが素材として電気製品とかに中に入れられるというよりは、通さない時に使うカバーとか、そういう時にだからあえて導体と絶縁体を組み合わせて電気通す通さないっていう部品にしてるわけだ。ところがこの半導体というのは、つまり電気を通したり通さなかったりするっていうものを半導体っていうんですね。条件を変えることによって導体だったものを絶縁体にもすることができる。その2つの性質を持つというのが半導体なんです。で、現代の半導体というのは電気信号を送ることによって導体から絶縁体、絶縁体から導体というふうに変化させるっていう物質のことを言うんですね。これ何の意味あんのと。なんで電気通したり通さなかったりすることに意味あんの？電気を通すことと通さないことっていうのができるってことは何か？スイッチになるわけですよ。オンオフが効くわけですよ。オンオフを聞くことによってさらに高度なことができるようになる。それはオンの時には1、オフの時には0という
記号にするということができます。0と1しか表現できないんじゃんなんて侮ってはいけないわけですよ。デジタルとの世界というのは二進法というのを聞いたことありますかね。いろんなものを全部0と1で表現するんだというね、そういう電気信号が通ってる通ってないのを0と1で表現する世界がこの電子の世界、機械コンピューターの世界なんですよ。つまり半導体は0と1を表現できるってことです。この0と1を表現できることによってそうコンピューターの進化の礎となった、それが半導体なんです。人類はこの導体と絶縁体の間である半導体を手に入れることによって0と1、オンとオフを手に入れた。オンとオフを手に入れてこの0と1の二進法の表現を手に入れることによって膨大な量のデータを機械に処理させることができた。だから半導体というのはまさにコンピューターの頭脳そのものなんですよ。それは脳と同じように動くと言われておりまして、プロセッサと言われるタイプの半導体は計算するんですよね。そしてメモリーと呼ばれるタイプの半導体は保存するんです。まさに脳みそですよね。記憶する脳みその場所と考えてああだこうだ答えを導き出す脳みその場所っていうのがありますよね。そういった形で半導体というのはまさに機械の脳なわけですよね。その脳の中でオンオフの単位のこと、一つの単位のことをトランジスタっていうんですね。なんか聞いたことあるね。トランジスタラジオとか聞いたことある。そのトランジスタっていう単位がですね、かつては半導体チップの中に、これがポイントなのが、半導体っていうのが半導体なんだっていうのは分かったと思うんですけど、このチップのことを半導体だって言ってるのも聞いたことありますよね。これはですね、チップの中に半導体を含むトランジスタという単位が大量に入れられているものを半導体チップって呼ぶようになったんだけど、略して半導体になって素材の名前と一緒になったっていうね。人参の入ったスープも略して人参みたいな。略し方雑じゃないって思うんですけど、もうこれこそが半導体であるということで、半導体が含まれているトランジスタをたくさん入れているチップのことを半導体チップ、略して半導体と呼ぶようになったということなんですね。この半導体チップ、パッと見た限りはプラスチックのね、板なんですけども、それは外側がプラスチック絶縁体でカバーされているだけで、中はシリコンだったりすることがあるんですね。そのシリコンに特殊な製法で回路を書き込んでそこに電気を流す。その回路の中に細かくその絶縁体と導体の間の半導体がありまして、そのオンオフのスイッチ10を表現できるものがたくさんあるよ。トランジスタの数がたくさんあればあるほど高性能と言われている。トランジスタの数はかつて最初の頃は1個の半導体チップの中に4つぐらいしかなかった。それがなんと現在の iPhone に入れられているプロセッサー、つまり処理する考えるタイプの脳みその半導体、その中に含まれているトランジスタの数は一体どれぐらいなのか。なんと160億から190億と言われてるんです。もう何百億の世界になってる。さらには AI を処理する GPU と言われるですね、画像処理専用のですね、もともとは画像処理に使われてたんですけども、それが高度な処理ができるということで AI なんかにも使われるようになった。その AI に向けてのですね、ハイエンド先端な半導体チップを作る会社 NVIDIA というですねすごい会社なんですけど、この NVIDIA 製の先端半導体、これはもっと iPhone は日用品ですよね、どちらかというとすごいですけどね、NVIDIA の方ですね、もうこれはすごいぞというですね AI のデータセンターにあるようなすごい超高性能 GPU の半導体のチップの中には400億もの、つまり iPhone の倍のトランジスタが含まれた指先サイズのチップというものが大量に使われている。それが現在の半導体の性能でございます。そしてこの半導体はすごいんだねなんていうことがありましたけれども、 iPhone とか AI って聞くとね、未来とか経済の話につながるからすごいよね、なんか人儲けしてありましょうかっていう話になるわけですけれども、それだけじゃないんですよ。経済効果7000億とかそれだけの話じゃないんですよ。ここポイントなのが、何に使われてるからすごく国にとって重要なんでしょうか。家電に使われてるからですか、車に使われてるからですか。これもちろん重要ですよね。家電は人の生活使えますよね。車は人の命にも関わるし、輸送なんかで経済にも関わる。でも一番国家にとって重大なものに使われてると私言ってるわけだ。何に使われてた？そう、軍事兵器だ。軍事兵器に大量の半導体チップが搭載されている時代なんです。
これがもうすでに国の力を決めていると言われている。その一端を担っているのが、一端を証明しているのがロシア・ウクライナ戦争。もうロシア経済規模であるとか国の大きさでいうと、ロシアが一瞬にしてね、電撃作戦によってウクライナを制圧してしまうんじゃないか、そんな分析をものともせずにウクライナがもう何年も粘ってですね、ロシアと交戦を続けているのはなぜか。それはもちろんアメリカやヨーロッパから送られてくる最新兵器です。その最新兵器に搭載されている最新の半導体、もちろん最新のものだけじゃありません。兵器の中でも、もう何年も前、10年も前のものとかも使われてるんですけれども、それでも十分新しい、ロシアには対抗できるという高性能半導体を搭載したアメリカやヨーロッパの兵器をウクライナが持っていることによって、なんと力関係は拮抗するところまでいくということなんですね。ジャベリンであるとかね、兵士がボンって撃つだけでですね、もう戦車をですね AI ね、中のですねセンサーでものすごく分かって、そのままもう素人が撃っても当たっちゃうってことですよ。昔はね、ガンマンがもう狙い照準を定めて撃たなきゃいけない、ね、特殊な軍事訓練を受けなきゃいけない。でもそんなことない。全ての能力は全てもう半導体がやってくれるので、半導体チップが処理してくれるので、素人が撃っても戦車に命中しちゃうってことだ。そういうものが作れるものが半導体。つまり半導体の性能は国家の強さと直結してるってことなんですよ。そう。この半導体の話、世界の覇権と日本の未来の鍵を握るというのは、そう安全保障と直結しているからなんです。何を隠そう、この半導体というものの元々の起源が軍事的要素だったんですよね。1950年代にもう第二次世界大戦が終わっている世界でもアメリカは軍事的な強化を願ってました。なぜか冷戦してたからですよね。世界の覇権をその時のソビエト連邦ね、今のロシアと争ってたわけです。そしてその軍事兵器にはですね、コンピューター処理が絶対に必要だってことが分かってたわけです、米軍は。この半導体に対してものすごい最初に興味を持ったのは米軍。その米軍がものすごい、その当時50年代巨大コンピューターといえば巨大ね、もう1個でも部屋いっぱいビルいっぱいみたいなコンピューターをこうなんとか軍の作戦に使えないだろうか、小型化しないと戦場に持っていけないじゃないか、小型化してくれということで、コンピューターを小型化するというミッションのもとに、その頭脳はどんどんと縮小することを運命づけられた。そしてそれは軍用に使われるとともに民生品としてもものすごく利益があるってことが分かったんですよね。そして50年代生まれたのがトランジスタラジオなんですよ。トランジスタラジオ、それまではどんなラジオだったかというと、真空管ラジオっていうですね、電球みたいな真空のですね、その瓶みたいな、そういうものがですね、箱の中にたくさん詰まっていて、電気を制御する、電気のオンオフを切り替えるっていう真空管ラジオっていうのがあった。昔の映像で見たことないですかね。ラジオがものすごく花開いてたとかね、戦後間もなくの日本人は皆ラジオを聞いてました、赤いリンゴにとかいうラジオ、すごいでかくないですか。家に置いてあるラジオがすごいでかいんですよ。それは真空管ラジオ。トランジスタラジオによってどうなったか。そう、半導体は小型化したコンピューターであり頭脳ですから、トランジスタラジオはなんと持って歩けるというポータブルラジオなんですよ。これで世界を席巻したのがソニーなんです。1955年にですね、ソニーの開発したトランジスタラジオは世界中に高性能だということで売れたんですね。そう、戦後日本の製造業のものすごく隆盛の幕開けとも言えるようなですね、ものもなんと半導体から始まってるんです。トランジスタから幕を開けたですね、日本製品、もちろんアメリカのですねトランジスタラジオとかあるんですけども、日本製品がすごくいいぞということになってきまして、それが70年代80年代にそのピークを迎えます。日本製の半導体というのが高性能で安い、日本のものづくりの力というのはとんでもなかったんですね。アメリカからするとですね、自動車も半導体も日本製の方がいいだなんてということになりました。そして80年代半ばにですね、世界のシェア1位
NEC、2位日立、3位東芝、なんと1、2、3と日本企業がアメリカ企業をぶち抜いて半導体のシェアを取ってしまった。この時ピークに達したのが日米貿易摩擦です。アメリカは日本が儲けすぎてるということにものすごい危機感を得ました。それは何でか。半導体の性能は国防の性能と直結するからだ。儲けてるからだけじゃないんですよ。このままだとまずいぞ。国家安全保障上由々しき問題が起きているということで一体どうなったのか。ここがポイントです。1986年日本とアメリカの間である協定が結ばれた。それが日米半導体協定です。その名も日米半導体協定。これは協定というのは、名前のあやですかね。アメリカですね、言ってきたのは日本の半導体は不当に安く売られているね。ダンピングだね。これは経済の関係上よからんことだよということで、その日本の技術を世界に公開しろとかですね、その日本における市場のシェアにおいて日本製だけはちょっとやめてよと。こっちのも買ってくれるよね。外国製のシェアを 20% ぐらい入れようよと数値目標を立てられたりして、なんと第1次第2次協定合わせてですね、10年間86年から96年に至るまで日本の半導体産業はアメリカに徹底的に規制を受けたんです。それによってガクーンと日本の半導体のシェアは落ちていきました。こう聞くとね、アメリカ産えげつないですよっていう気持ちが残るんですけど、もちろんアメリカ産のせいだけでもないんです。時代の大きな転換点も来ていたんですよ。実は日本の半導体っていうのはですね、どちらかというと家電、ラジオもそうですね、家電であるとか、もしくはその時大きな企業のですねコンピューターに納品してたんです。その時企業は一社で一台大きいコンピューターを持つ、ないしは事業部ごとに一台のコンピューターを持つっていうのが大企業さんでできていること。つまりコンピューターの価値がものすごく高く、さらに大きかった時代です。その大きいコンピューターに対しての半導体や家電に対しての半導体、特にプロセッサーではなくメモリの部分においてものすごくシェアを取っていたんですが、時代が変わったんです。半導体の大きさがどんどん小さくなって、機械の大きさが小さくなって、誰もがコンピューターを一人一台持てるようになった時代が来た。それは革命でした。一社に一台から一事業部に一台、それが大企業でしかできなかったこれが、なんと一家に一台、なんだったら一人一台持っていいですよ。個人的に持っていいコンピューター、それが人類を変えた。それはパーソナル、個人が持つコンピューター、略してパソコンです。パソコンがコンピューターの歴史を一個前に進めてしまったんですね。そのパソコンに入れるための半導体というのは、企業に納品する半導体ほど高性能でなくてもいいし、なんだったら中ぐらいの性能で安い方がいいんですよね。ですがそちらに時代が変わっているというところにはですね、日本の企業は至らなかったらしいんですよ。なぜか、それは NEC、日立、東芝、そういったところがですね、いわゆる家電メーカーなわけですよ。電機メーカーなんですよ。半導体専業じゃないんですよ。半導体専用の会社がアメリカで覇権を握るようになります。その会社はかつてパソコンに半導体を納品する、パソコンといえば IBM が強かったんですけども、 IBM の下請けの会社だった。しかし半導体を各種のパソコンに入れることによって牛耳れるようになった、その企業がインテルです。インテル入ってるっていう CM ありましたよね。あれは世界最高の頭脳、半導体が入ってるよっていうことですよね。そう、インテル入ってるの CM が日本人の耳に入る頃にはもう日本企業の半導体覇権の時代は終わっていたんですよ。アメリカの目論見通り、アメリカの企業が半導体を牛耳るようになったわけだ。インテル、そう、このインテルが変えたものはもう一個大きかった。それはですね、 IBM というですね、パソコンのね、大きい会社においても IBM もですね、半導体作ってたんですよ、自社で。ですが、ブ
分業の時代に来るんです。1個の会社が全部作るよっていうところから分業の方がいいってなるのは、専門でそればっかり作れますから。それは日立 NEC とかが家電メーカーだったところで、一事業部に過ぎない半導体っていうのはなかなか身動きが取れないんですね。半導体にばっかり予算使ってたまるかよっていうことを他の部署に言われちゃうわけです。特に半導体というのはものすごいスピードで高度化してったんですね。最初は4個、それが160億個、400億個になるっていう、これはね、指数関数的伸びと言われまして、インテルの創業者ムーアって人がいるんですけど、このムーアって人がですね、経験則としてムーアの法則っていうのを発表したんですね。この半導体の進化は凄まじい。この進化は指数関数的であり、2年間で性能が2倍になると言えるだろうって言われたんです。そしてそのムーアの法則は大方合ってたんですね。2年間で2倍っていうとですね、4年間で4倍だから、まああんま大したことないんじゃないかと思うんですけども、それが6年間になった時にね、2の2の2で 2×3 で6なのかなじゃないんですよ。2の3乗になるんですね。8倍なんですよ。それの倍になると16。はい、2、4、8、16。どんどんぐわーっと上がっていくんですね。これはもっともっと年数が上がれば、だから160億までいくんですよ。数十年で何百億というトランジスタの数になっていったのは、その急速な進化だったから。金がかかるんですよ。爆発的に金がかかる。だから一企業の投資できるレベルを超えてきたんですね。さらに一事業部の投資できる量を超えてきた。だからインテルのように専業の半導体企業というのがたくさんパソコンに納品するということの方が優位性があった。 IBM はその子会社のような下請けのようなインテルに一気に面を取られてしまうわけですよ。はい。さらにはその日米半導体協定で大きくストップを受けていた日本を横目に伸びていった国があった。それが韓国です。サムスンです。はい。このサムスンという企業は日本が得意としてたメモリー系の記憶系の半導体においてものすごいシェアを伸ばしていきます。その当時インテルはプロセッサー、メモリはサムスン、 OS はマイクロソフト、パソコンも IBM が垂直統合型と言われる全部一社で作るというモデルではなく、いろんな会社がパーツを供給してWindows の OS、 はい、マイクロソフトですね。でもインテルが入ってるんだ。そうですよね。インテルが入ってるけどメモリーをよく見るとサムスンが作ってる。そういったパソコンが性能がいいということで売れていった。パソコン内の分業が進んでいった。サムスンは国家的にもですね支援を受けて、サムスンね、韓国は財閥系が強いですしね、国がバックアップしてたんですね。アメリカからブレーキを受けている日本とですね、韓国が国家的にバックアップしているサムスンではですね、全然違うわけです。なんせ日本企業のですね、いい時というのが1位 NEC、2位日立、3位東芝ですよね。なんと日本はですね、日本の企業内をライバルだと思ったわけですよ。NEC 対日立対東芝どれが勝つんだってやってる時代にですね、もうそういう時代が終わっていた。インテルとサムスンの時代到来です。はい。インテルとサムスンの時代によってパソコン時代は制圧されたかに思えた。アメリカの目論見通りインテルというのが半導体最強企業としてまたアメリカの覇権に貢献した。これでお話が終わりかと思いきや、ここからまた展開するのが面白いんだ。インテルの時代が終わりを迎えるんです。インテルはある重大なミスを一つ犯した。一体何か。2007年に人類の歴史を変える商品が発売される。そう、iPhone です。天才スティーブ・ジョブズがアップル社から発売したその iPhone が世界を全て変えた。この iPhone に入れる半導体にインテルを交渉しに行ったジョブズ。しかしこのインテルとアップルの交渉は決裂したんです。 PC 最強を誇るですねインテルはですね、アップルの出してきた条件に対してiPhone そんなものにそんな条件でうちが半導体を提供すると思うか、強気に言った。ジョブズはそこと契約しなかった。そのことによってインテルはスマホ時代の覇権から遠ざかっていくんですよ。すごいですね。時代は移り変わっていくんですね。1社や2社しか作れない装置を世界中から集めて、この工場でしか作れないものを作り、世界中のメガテック企業に卸している台湾の中枢、いや世界の中枢が TSMC です。
この世界の人類の英知がなんと台湾にあるんです。プログレスのお知らせです。プログレスとは学びを実践するコミュニティです。自分の強みがわからない方、強みを伸ばしたい方、強みで活躍したい方、どの段階の方も適切なメンターに出会うことができ、学びを実践するチャンスがあります。それがイノベーションコミュニティプログレスです。中田敦彦の生配信、授業を深掘りした感想や社会情勢の分析を毎日視聴可能。要約記事やアーカイブも充実しています。メンバーとの交流、オフ会やメンターとの出会いが日々誕生。グループ活動も盛んで AI などの最新のテーマについても遊ぶように学べます。たくさんのメンバーとの出会いと学びを安心して楽しんでいただくために Discord や独自 SNS を使った治安維持にも力を入れています。独自イベント、中田敦彦が企画、メンバーが出演参加するイベントを定期的に開催。興味のあるものを選んで参加できます。メンバーへのお仕事の依頼をサポートするエージェントサービスも運用中。いかがですか？もっと知りたいという方は概要欄のリンクからプログレスのページへどうぞ。チャット GPT を生かしたガイド係もお待ちしています。人は何者にでもなれる、いつからでも。月額980円で人生の扉を開きましょう。